こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味ありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルは中高年初心者を対象とした世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと学べるチャンネルをということで考えています。またね、このチャンネル共感できるよという方はぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、今日のタイトルなんですけども、その前に背景、実はこの動画がTikTok でですね、もう今8万回ぐらい再生されていて、そこでちょっと質問が多かったので、解説も入れたいなと思いました。これね、中国が強い理由があって、GDP に対する比率のランキングも入っているので、アメリカのドルが弱くなったっていうわけではないです。中国の経済成長に伴って、中国の人民元の価値が上がったということでなりますので、ご理解いただけたらと思います。はい。それでは今日のテーマなんですけども、緊急です。ダンさんからの動画で学んで、航空株、金融株、それからダウの戦略になります。ちょっと値動きを見て感じたことがあって、やっぱりナスダックと S&P が下がったり、そんな上がってない時にダウだけ上がったと。やはり各セクターの要因があるんですね。で、ダンさんの方でも、こういった航空株や金融株の方いいよっていう話はあったんですけども、私は私なりにこれまた、チャートを見てね、買い場を探していきたいなと思います。今回は、デルタ航空、ボーイング、からビザ、アメリカンエクスプレス、それから JP モルガンから、ダウの3倍ブルのチャートもお見せしたいと思っています。レバレッジコントロールが必要なので、GMO クリック証券の金額も説明していきたいと思います。かなり駆け足でちょっとやってますのでね、チャートの方も説明がなかなかうまくいかないかもしれないんですけども、コメントを見ていただいて、参考にしていただきたいなと思います。ポストプライムの皆さんとか見てますでしょうか？日本の銘柄をすごくね、買ってらっしゃる方が多いなっていう印象だったので、アメリカの方戦略をね、お見せしたいなと思いますので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はダウを中心とした銘柄の紹介をしたいんですけども、まず最初に確認で、ニューヨークダウの構成銘柄の方を来ていきたいなと思います。ダウはね、30銘柄の構成、ダウ平均と言います。上からゴールドマンサックス、3M、ボーイング、今日ボーイングやりますね。IBM、ユナイテッドヘルス、チームデポ、アップル、マクドナルド、ジョンソン&ジョンソン、トラベラーズカンパニーズ、ユナイテッドテクノロジーズ、シェブロン、ディズニー、キャタピラーと P&G から JP モルガンやりますね。からビザもやります。エクソンモービル、アメリカンエクスプレスやります。ウォルマート、メルク、マイクロソフト、ナイキ、ベライゾン、コカ・コーラ、インテル、ファイザー、シスコ、ジェネラルエレクトリクスということで、ババーっと言っちゃいましたけども、例えばナスダックのガーファムのように5社が 50% 占めてるとかそういう比率じゃないので、平均的な指数にね、なっています。はい。それでは、早速、チャートの方を見ていきたいと思います。今日アラートの方を出してきますのでね、参考にしてください。になります。今日も時間の関係でチャートの方は引かさせていただきました。まず見て分かったのが、航空のこのところが逆三尊になってて、上昇トレンドに乗っていったということですね。金曜日が 2.2 上がっていました。上がりすぎで、日足になるんですけども、日足の200日移動平均線でちょうどタッチしたところで終わってます。やっぱり戦略の方ではここから下がってきたところで買いたい。この上昇トレンドのこの下の付け根ですね。ここ。で、しかもこの逆三尊のネックラインというんですけど、ここですね。ちょうど太い線である 40.95。このラインまで落ちてきたら買い場かなと思います。
これは本当チャート的にはね、いいチャートですね。ちょうどいつだ6月からずーっと下がってきて、ここ、2日3日で上がってきた感じですね。はい。それではいつもの通り、40.95 のところでアラートを鳴らします。40.9。で、前も言いましたように、これでもし、アラートが鳴って買い場が来ると思った時には、一度ちゃんと動画も出します。では、次行きますね。航空会社のボーイングになります。これ、冷やしなんですけども、まず分析から3月の16日をピークに、一度やっぱコロナが収束するかなっていうところで上がったんですよ。で、またこれデルタ株だっていうことで下がってきたという状態ですね。で、ここ最近はまた航空株上がってくるかなと思ってるんですけども、他の航空株を見てるより、ボーイングはそんなに上がっていません。下降チャンネルにタッチしていて、上昇トレンドの付け根ですので、これはですね、好みによるんですけど、ボーイングは買い場近いのかなっていう気もします。で、設定した値が 212.96 ですね。以前ね、ボーイングはね、すごい落としていて、150ぐらいで買った記憶があったんですね。はい。今回は航空会社がいいのではないかってことで、個別銘柄ですので、長期で持ちたいということで、いい買い場を見つけるという戦略になります。はい、212.96 で設定。この理由も、ここはチャンネルラインもそうですけども、レジサポラインとしても結構止まってます。1箇所。これちょっと行き過ぎて2箇所。で、ここが逆三尊のネックラインになってます。で、ここも止まってます。このラインはいいと思います。アメリカの個別株こうやって CFD で買う人ってあんまり見ないですね。どんどんGM 証券とか IG 証券とかこういったね、動画を見れるといいなと思います。はい、設定終わりました。じゃあ次行きますね。ビザになります。ビザは金融、フィンテックになるのかな？金融株になりますね。ビザが上昇トレンドに見えますかね？上昇トレンドにこうやって上がってきてて、この間の7月27日からドーンと下げて、で、また上げてきたということになります。すごい綺麗なチャートだなと思うんですね。下げてきたこのラインが買い場だったかもしれません。金曜日 1.4% 上げていました。なので、これも上昇トレンドのちょうど付け根、もう一度下がってくるところを待ちたい。このサポートラインが 218.15 になります。ここですね。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所止まっているところです。ここですね。ちょうど買い場です。あと、説明してませんけども、全部もうリスクリワード、リスクが1、リワードが2ということで設定はしてあります。ただ、長期で買う場合は、ここまでリスクリワードを考えなくてもいいです。自分のトレードルールで、リスクリワード、どの銘柄も1対2で入れてるんですね。218.15 でアラート鳴らします。218.15 でしたね。はい。はい。じゃあ次に行きますね。アメリカンエクスプレスと言います。これもカード会社ということで金融系の銘柄になります。知らなかったんですけど、1、2、3、4、5、6、先週1週間全部陽線でした。そうかな一回ここ陰線か、9月20日が陰線でしたね。失礼しました。この1週間で、見てください。これ W になってません？はい。ダブルボトムを完成させて上がってってしまいました。はい。で、上昇トレンドにもしっかり乗せていて、下降トレンドも引いたので、これも買い場が、もう下がったところですけど、ここですね。162.81。このダブルボトムのネックライン。しかも下げた時のここのチャンネルもタッチしている。ここですね。なので、これで下がってきても、この 168.32 でまた上がっちゃえば買えないかもしれない。ここで下がってきて買う人もいるかもしれませんが、僕はもうちょっと下で拾っていきたいと思ってます。はい。アラート鳴らします。168.32。はいですね。間違えた。168.32 じゃない。これちょっと間違えたので引っ張りますね。162.81 でした。こういう風にね、ドラッグするとアラートの位置を変えられますのでね。はい。はい。今こちらの位置にアラートを変えました。はい。それでは次行きます。
JP モルガンという銀行になります。もうダンさんの方でもね、話がある、JP モルガン、あれなんかインターンで働いてたとこの銀行ってどこだ？ JP モルガンですかね。はい。あとは僕 YouTuber さんでジョー高山さんでしたっけ？あの方も JP モルガンかなんか出身じゃなかったでしたっけ？すごい癒される動画で、朝だか夜だかね、いつ撮ってるんだろうと思って、まあそう言いながら僕もこれもう夜中の1時過ぎてるんですけどもね。はい。すいません。で、こちらが、上昇トレンドと、そうですね、JP モルガンはちょっと金融でもこれ買い場かなーって疑問があります。確かにこの3日で結構上げてるんですよ。でも、昨年の2月から割とこう横してるんですよね。本当にここからチャート見てるとちょっと心配、下げることはわかんないですけど、上がっていくかどうかがわからないというチャートに見えます。なので、この買い場としては、買わないかなと思うんですけど、一応この 150.15 ってこのラインですね。ここが拾えるところですね。9月の20日か。ここで一回赤ひげ出して、陰線ボーンと出してからパーンと上がってるので、チャンスがあったかもしれないんですが、このラインですね。アラート鳴らします。150.5 です。はい。銘柄的には最後になります。こちらは短期間で考えたい、ダウの3倍ブルの ETF 短期間でやらないと値動きがすごく大きいです。天然ガスほどじゃないですけどね。コモディティの方すいません。動画を撮ろうとしたんですけど、これ緊急で撮るので、この次に撮ってチャートとかをね、しっかり解説していきたいなと思いますんで、ご了承ください。で、実はダウ下げた時あったんですね。9月21日の夜中か。すごい下げた時があったんですけど、こんなにその後上がるとも思ってもないので、買いそびれました。買い場としては、またダウが上がってしまったんですが、一応これが4時間足なんですけども、200日移動平均線の近辺に今止まってる状態です。なので、ネックラインを見て、この 71.52 という数字、こちらで落ちてきたら拾って買ってみようかなと思ってます。一応短期足で、これ証拠金も少ないので、お試しで買うのはこのダウが一番いいかなと思いますが、チャートが見れない方だとこのダウはちょっと危ないです。なので、先ほどの航空株やチャートを見ていただいて、同じような位置で買うか、もうちょっと低いところで買うと安全じゃないかなと思います。当然レバレッジもかかってますのでね、こちらの CFD は。では、こちら、71.52 でアラートの方を鳴らしたいと思います。チャートの解説あんまりできてなくてすいません。やっぱたくさんやるとダメですね、これ。解説がなぜここなのかっていう理由をうまく説明できてないですね。ただこれでアラート鳴らして買うよっていうことがあれば、ある程度信頼している位置だということをご了承いただきたいと思います。ここも 71.52 もかなり止まっている位置ではあります。はい。で、上昇チャンネルの付け根になりますね。なので、この位置でポーンと下がってきて、ヒゲでもつけたらチャンスですね。これはダウが、ここから航空株や何かが上がるかもしれないっていう、チャートも見つつですけど、やっぱりファンダメンタルとテクニカルってあるんですけど、僕は、ファンダメンタルが2割、テクニカルが8割と考えています。なので、ダンさんのお話を聞いて、それをきっかけにして、テクニカルを見て、よりいい位置で買うかどうかを決めるということになります。で、よくやっぱりなんていうかな、ダンさんのニュースを聞いて、これ買いなんだって言って、で、ただ買ってしまう人とかいると思うんです。じゃあ、どの位置で買うかとか、どの位置で買うのって言ったらやっぱり安いところで買うじゃない。なので、すぐ買うんじゃなくて、僕としては、こういうアラートを鳴らして、いい位置で買うっていうのは、毎回言ってきてます。いちいち値動きを見ずに、いい位置が来たなと思って、冷静に、判断できるんではないかなと思っております。それではですね、GMO クリック証券の方の、金額とか、レバレッジコントロールの方の説明をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは画面の方ですけども、GMO クリック証券のインフォメーションの
コーナーになります。で、GMO クリック証券の方では個別株は全部でね、65ぐらいだったかな。今日紹介した銘柄の方について説明をします。1ページ目にはあるかな？ないな。2ページ目。はい。デルタ航空が、証拠金が963円です。安いですね。なので、レバレッジが各個別株は5倍ですので、で、個別株の推奨しているのは証拠金を2倍にして、レバレッジを2分の1に下げてほしい。2.5 倍のレバレッジでやるのはおすすめです。なので、証拠金は、約2000円で1ロットやれるといいと思います。1ロットですね。またこれ、100ロットとかやめてくださいね。はい。2ページ目。アメリカンエクスプレスですね。はい。こちらの方が証拠金が、3887円になってますので、2倍で考えて、約8000円で取引をされるといいかなと思います。次、ビザですね。ビザが、5125円になってますので、1万円ぐらいですかね、2倍だと。っていうことになります。ボーイングですね。ボーイングの方は4899円ですので、こちらも2倍にして1万円ぐらいで取引されるといいかなと思います。次が、そうか、バンクオブアメリカやればよかったですね。すいません。あれいいかなJP モルガンですね。JP モルガンは、3608円ですので、2倍だと7200円ぐらいになります。これで全部かな？個別株は5つ言いましたっけ？すいません。最後、ダウのブル3倍。これですね。証拠金が、1658円ですので、3倍。これは、レバレッジが5倍ですけども、値動き3倍のレバレッジ5倍ですので、15倍のレバレッジですので、僕の場合は、やはり3倍は証拠金を入れます。はい。なので、5倍の値動きで戦います。約5000円ぐらい1ロットで入れて、そうですね。いつもエントリーするときは3ロットぐらいやるので、1万5000円ぐらいで、短期で、エントリーしたりとかしてます。金額僕1個に例えば10万円入れたり、テンセントは高いので、それぐらい入れたんですけども、他の銘柄はもうほんと1万円、2万円とか入れながら、長期で積み立てをしていって、短期でたくさんの銘柄をちょこちょこ買ったりとかして楽しんでるということですね。ここでロットを上げてしまえば儲かることもあるかもしれないんですけど、それだけリスクも負うわけですし、コツコツドカンということもね、やっぱりあるかもしれないじゃないですか。少しずつ買い物してるような感じですのでね、ご理解いただけたいと思います。はい。今日はそんなところになります。またね、コモディティの方もアップデートしていきたいと思いますので、またよかったら見てください。はい。今日はどうもありがとうございました。